FF11 やっていきます。無事ジュノまで到達し、クフィムでレベルも30まで上がった我々はいよいよこの世界の闇へと足を踏み入れていくのでした。ということで相変わらずバストゥークにおりますが、この門番の人から国が発行しとるミッションを受けますせ。最初に1回の無名冒険者に与えられる依頼などたかが知れてるでしょうが、どんなもんでしょうな。これだけ。ああ、町の人でもできそうな。まあ最初はこんなもんかっちゅうことで、言われた通り近所の鉱山へ向かいますせ。ここはバストゥーク内に存在する鉱山で、セイルン鉱山と言いますわ。12年前に開発が始まった比較的新しい鉱山で、黒鉄鉱が取れるということで注目されとりますな。現実ではそこから21年経っとりますが、この世界では未だナウイ鉱山のままですわ。ここで取れる黒鉄鉱はバストゥーク急成長の一員を担っており、精錬して作られるダーク鉱という合金の優秀さが小さな鉱山都市だったバストゥークを大きく後押ししたようですな。この鉱山に目をつけたのが当時まだ新米官僚だった現大統領のカルストだそうですわ。さて、ほしたらまずは鉱山の監督官を探しますかね。どこかにいる監督官から報告書をもらって帰るというお使いミッションですせ。とはいえそこまで入り口付近にいるわけでもなく、景色の変化が乏しいんで、マップがないとクリアが難しかったりしますな。サービス開始当初は当然地図を買う場所も分からず、ノリで入ったこの鉱山で延々迷った後に絶望し、そっと力の1週間放置しましたわ。MMO の洗礼は厳しい。こんにちは。どうやらもっと奥のようですな。さらに奥へ進みつつ、腰肉買って帰ってそうな旦那に挨拶しつつ、レベル70くらいでまた戻ってきそうな広場を抜けつつ、あそこにいるのがマカリム監督官ですな。労働報告書をもらって大統領府に渡しに行きましょうか。このホワイトハウス前で暇そうにしてるんがミスリル重視が一人ナジですな。ナジに報告書を渡そうとしてたら、たまたま大統領補佐官のルシウスと会えましたわ。おもむろにその場で報告書に目を通し始めるルシウス。どうやらいろいろと気になってることがあるようで、この国や世界に渦巻く不穏な空気を感じているのかもしれませんな。いきなりルシウスと話せるなんて運がいいなっちゅうことで、最初のお使いミッションをクリア。闇の勢力に迫るためどんどん進んでいきますせ。この灯台懐かしいですな。次のミッションに向かう途中でマップを見てたらこの灯台を発見して寄り道中ですわ。ここにあるポイントにキュスという魚を置くと NM が出て、倒すと蒸気時計というアイテムを落とすんですな。500ギルもらえるクエストで名声もそこそこ上がるんで、キュスマラソンと称して何度もリピートした人たちもいたとか。
ここにある昇降台が調べられるんちゃうかと10分以上必死にうろちょろした記憶がありますわ。何回十字キーを押しても調べられるポイントは出てきませんでしたわ。ここは昔結婚式の式場に選べたようで、その場合のみこの灯台の屋上に行けたそうですせ。チョコボの BGM もいつまでも聞き飽きませんな。グスタベルグの山々に沈む夕日を見ながら次の目的地ダングルフの枯れ谷へ行きますせ。プッシュ。今のでミッションの目的を達成しましたで。何のアナウンスも出ないんでめちゃくちゃ不安になりますが、この間欠線に触れることで事前にもらってたカラーテスターが反応を示し、青から赤に変わってます。この枯れたには CFAF でのトラウマが強いんでさっさと帰りましょう。ということで依頼者シドのもとへ。このミッションのタイトルは彼の名はシド。文字通りシドからの依頼をこなすクエストだったっちゅうわけですわ。シドに報告をしてると見知らぬ男が「彼はフォルカーといってこれまたミスリル重視の一人ですな。他国への遠征から帰ったところでシドとは久々の再会だったみたいですせ。ボボーン、どん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 行きますせ。セイレーンの涙を思い出す川を眺めつつ、グスタベルグの山を登ったりしつつ、クーダフとヒューム因縁の地ハルブロ鉱山へ。ハルブロ鉱山は今や訪れる人はそう多くない場所と思われますが、昔は一世を風靡した場所ですわ。2002年6月にピークを迎えたそのブームの名はミスリルマラソン。ハルブロ鉱山で再びミスリルが取れ、それをバストゥークが高値で買い取ったため、大量の冒険者が一糸まとわぬ姿で鉱山に退去しましたわ。その後すぐに修正が入り、ミスリルマラソンは鎮火。バナディール氏にも第二次ミスリルラッシュと刻まれたこの騒動によって、バストゥーク出身者は財を蓄え新たな冒険へと旅立っていきましたわ。プレイヤーの行動が歴史を作るのも MMO ならではですな。むむむ、亀列車が来るぞ。ハルブロ鉱山には鉄格子が散見されるエリアがあって、鉄格子越しに絡んだクーダフが他の亀を引き連れて大量殺到するのが通称亀列車ですわ。今やっとるんはここのクーダフを倒し、その証としてクーダフ人形のパーツを揃えるというものですが、これをやりに来た冒険者に阿鼻教官の風景を提供したんがこの亀列車だったそうですわ。なんじゃこりゃという現象がたくさん起きるのもこれまた MMO の醍醐味ですな。なんとか2人分集めてバストゥークへ持って帰りますせ。無事集め終えた人形を献上して、やっと冒険者ランクが2に上がりましたで。
どこの門番に報告するかでこの時聞ける話が変わりますが、ここではルシウスの話が聞けましたわ。もともとパルブロ鉱山はクーダフの住処だったのに、ミスリルを欲したヒュームがそこで虐殺を行ったというものですな。これを聞いてしまうと、獣人もただただ襲ってくるだけの化け物ではないと思わされますな。こうしたら簡単なお使いミッションを2つほどクリアしまして、バストゥークに少しは認められた我々はいよいよ他国への遠征依頼を受けますせ。自分の知名度が活動とともに上がっていくのも MMO の醍醐味ですな。自分自身が少し大きくなれたような気がしますせ。ではまたナジの元へ行きまして、今から受けるミッションは通称三国ミッションといって、いよいよバストゥークを離れた冒険になりますな。大統領直々に指令が言い渡されるようですせ。なんとなくここから1回の冒険者が世界の深部へと導かれていくことになる気がしますな。他の2国を回るというのは初期の頃はかなり未知の冒険だったでしょうな。今のようなワープの存在しないんで、ナジが言うように港町まで遠征し、その時点ではとても勝てない水生生物と海賊に怯えながら反対側の大陸へ行き、降りたらまた長時間の徒歩移動、そんなこんなで他国遠征を行ってたわけですな。そこにはプレイヤーを現実からバナディールへ移住させてしまうほどの魔力があったようですわ。これが何度か話に出てきたカルスト大統領ですな。評判通り気難しそうな人でしたわ。このように他国の領事館へ赴くことが第一目的ですせ。謎の和装娘と会っていると、ここからのセリフが追加で見れますわ。そういえばノーブでギルガメッシュからライオンを探して会うように言われとったのを忘れてましたわ。どうやらこの旅の道中で会えそうなんで楽しみですな。果たして他国では何が待ち受けているのか。ほな今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。それでは。